みんなコンピオニーです。久しぶりただいまコンピオニーです。ちょっと待って、音大きい？大丈夫お名前呼ぶか。ちょっと待ってね。ケイさん、カノミュンさん、よしよしさん、エグザさん、カティ、ホムホム、レインさん、村田学ぶ、メールちゃん、トラオちゃん、シャンボリちゃん、キョトロ兄ちゃん、ケイさん、タカオさん、カノさん、カノーマンさん、ポロポロちゃん、タカオさん、おゆうしちゃん来てくれてありがとう、コハクさん、ルドルフちゃん、ストンさん、エグザさん、スネークさん、あとは、呼んでない人いる？あ、オレオレさんも来てくれてありがとう。カイカイさんも来てくれてありがとう。たけのこちゃん来てくれてありがとう。ミリポン来てくれてありがとう。うたうちゃん来てくれてありがとう。ケロタン来てくれてありがとう。コンピオニーです。お久しぶり。お久しぶり。みんな来てくれてありがとう。3ヶ月ぶり。あすかいねこちゃん来てくれてありがとう。コンピオニーです。ナイスパ、ありがとう。あ、すごい、ナイスパ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってた、本当ありがとう。待ってたって言ってもらって嬉しい。ナイスパ、ありがとうございます。コンピオニーです。みんな元気してましたか？おつピオニーですね。ナイスパ、ありがとう。ちょっとね、至るところがね、ボロボロすぎて、しばらく3ヶ月ぐらいお休みいただいてました。もうちょっと。はい。ね、みんなね、ちゃんと戻ってこれてよかったですよ。はい。長い3ヶ月がたカティ、ナイスパー、ありがとう。あれ、歌うちゃん名刺外れとるやん。ミリポありがとう。おかえりありがとう。みんなありがとうございます。みんなありがとうございます。ありがとう。みんな会えて嬉しい。ありがとうございます。みんなありがとう。全然だいぶ元気になりました。なんかね、いろんなところが悪すぎて、だいぶ治療に専念させていただきましてね、こんなに SNS とか、ペッタのギーさんいらっしゃい、来てくれてありがとう。本当にありがとう。あ、しよしさん。ナイスパーありがとう。あ、かもちちゃんも来てくれてありがとう。あれ、歌うちゃん浮気か？いや、本当にありがとうございます。いや、みんながね、待っててくれてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。こんなね、3ヶ月間もなんか沈黙の臓器である肝臓みたいなね、存在の VTuber だった私に対して、ちゃんとみんなお帰りって待っててくれて、本当にありがとうございます。いや、ユース先輩とはこれからね、ラブホに行く企画も残ってるんでね、死ぬわけにはいかないですわ。みんな本当にありがとう。いや、この3ヶ月間どうだった？あれ、ミリポンも名刺外れとるやん。おい、私がいない間に名刺外れてるやつ何人かおるぞ。ちょっと。ビエちゃんの駅メモの相互さんとお互いの推し紹介し合ったので、後日来るかと思います。あ、本当ありがとうございます。ただいま。みんなただいま。いやね、この3ヶ月間で私の周り何が変わったかなっていうと、鼓がね、勃起するようになった。赤縄さん。ナイスパ、内面かな。精子談義ができるぜって。いや、そう、私、カノーマンさん病気だからね、病院行ってほしいんだよね。いや、お帰りありがとう。左右が左右しいので許して。いや、エグザさん、あれでしょなんだっけ、ソシャゲとかやってるんじゃないのって。いや、なんかね、いや、私さ、最近この3ヶ月間、ずっとなんかね、この3ヶ月間猫飼いましたって。お前、ニートじゃなかったんかい。いや、無事なんかお仕事見つかったみたいで、本当によかったよ。いや、なんかね、わからないんだけど、挨拶もそこそこ下ですか？いや、なんかこのちょっと FGO 福袋の時しか欲しいサバで課金しないようにしてるのって他の VTuber で課金したんか？あ、でもね、みんなあれ明日半年記念脱詐欺ずっとしてた半年記念グッズ出すから、それはみんな買ってね。
いや、タペストリー2種類とお薬手帳が1種類つきます。はい、皆さん購入してください。よろしくお願いします。それはね、どうでもよくないんだけど、いや、半年記念に出したかったって、もう作ってあってずっと、箱の中にしまってあるんだけど、ついにね、明日、ちょっとまだ画像作ってないからさ、来月ならファーストアニバーサリーだけど、いや、来月じゃなくて早くこの箱を片付けたい。来月だと、ちょっと来月だとあれだから、もう今月出します。そう、半年記念で、3ヶ月配信してなかったから、実質半年記念だわ。そう、1ヶ月、3ヶ月配信してなかったプラス、あとなんかお休み、他にもちょいちょい挟んでたから、ちゃんと活動した日数見ると、多分半年だよ。だから、半年記念。復活半年記念ということで、明日画像を作ってボーンとブースに出すので、みんな買ってください。お願いします。はい。で宣伝こんな感じで今日もちょっとねそんな長くチロチロやるつもりはないからサクサク話していこうと思ってるけど、グッズ期間っていつまでいつまでにしよっか。早めぐらい。ある意味射精管理だなってぐるぐる多いけど自分だけぐるぐる多いですか？あ、本当だ。ちょっとバッファー起きてますね。非常に良好って書いてある割にね。でもね、こっちではね、非常に良好って書いてあるんだよね。さっき一瞬ラグった。本当？私があれか番宣したからか。みんなに買えって言ったからか。今日一回ぐるった。本当？いや、なんかね、この3ヶ月間で私の身の回りで変わったことと言ったら、鼓が勃起するようになったことぐらいかな。ここ数ヶ月他の V さんのところでもこの時間帯あたりだったなって。ルドルフは公然浮気罪をここで適用されないからね。申告すんな。もしかしたら、ね、YouTube 君がピューじゃ慣れてないかも。時代がついてきてないのかな。いや、鼓がね、ついに勃起するようになったんだよ。勃起。いや、犬の勃起ってね、気筒球っていうのが上がってきて、なんか、そう、犬のね、男の子のワンちゃんの鼓くんが、12月の多分もうすぐ、多分今週末ぐらいで、2歳にちょうどなったんですよ。で、2歳になったんだけど、ずっと私ね、勃起しないなと思ってたの。男の子のワンちゃんって興奮するとすぐ、なんか勃起するから勃起しないなと思っちゃってたんだけど、こいつはオスとして機能しないのかなみたいな。玉も小さいし。いや、そしたらね、そしたらなんか最近になって私が起きるだけでウレションして、なんか私がツズってね目が合うだけでなんかおちんちんを膨らませて近づいてくるようになったよ。宇宙人かけるさんこんばんは。復活おめでとうございます。ありがとうございます。今ね愛犬がね勃起するようになったって話をしてました。よかったらよしなに。相変わらずさ、サムネは可愛らしいのにさ、中身はしも。すずみくんもピヨちゃんのハイで。いや、私ハイじゃないよ。私基本的にいや、その子ってご主人様じゃない。すずみくんの中でママだから、ママっつって。キッカもつづみも私のおっぱいしゃぶってっから。キッちゃんなんて寝る前私のお尻上から下まで全部舐め回してから寝るからね。キッちゃんはね成長したっていうか、なんか結構誰でも良くなったって感じで。あいつはね近所のねアイドル見たくなってるから誰でもいいんだと思う。悲しいことに多分私が綱話しても誰でもいいんだと思うんだよね。そう。いやキッカはね寝る前に散々私の体舐め散らかして1時間ぐらい30分ぐらい舐めて、でそれで寝るんだけど、くるくる回って寝るんだけど
いやね、すごいね、お尻舐めるんだけど、お尻の穴まで舐められるっていうね。いや、これちょっと本当なんだけど、これ結構困ってます、私。で、これでね、私が舐めるのを布団で遮るじゃん。そうするとめっちゃなんか、私たちそんな関係じゃないやんみたいな、そういう感じの顔でこっち見てくるから、なんていうのかな、私たちの関係性を、いや、羨ましいとか、いや、だからカティに舐められたら、カティぶん殴るからね。言葉が通じないから、多分向こう、なんか、お父さんお母さんの親愛の情としてたくさん舐めて、落ち着く場所を作って寝るみたいな、そういう感じなんだけど、その私からしたら、お風呂も入って、ボディーローションとかも塗って、よし、じゃあ寝るかって言った瞬間、ケルタいらっしゃい、来てくれてありがとう。よし、じゃあ寝るかって言った瞬間に、ケツの周りを舐め散らかされて、ケツの穴まで舐められて、べちょべちょにされて、なんかぐるぐるぐるってぐるぐる回って眠られても困るわけですよ。いやキッカに対しては最大限の愛情の印なんだけどね。モナイさん来てくれてありがとう。おめでとうもありがとう。これからもよろしくね。ありがとうございます。はい。今ね、ここ3ヶ月でキッカとつづみの進化っていうか成長の話をしていた。これからもよろしくお願いします。いや、そう、お風呂の意味がなくなっちゃう。そうなんだよ。いや、私そんなに汚いのかなと思って、赤こすりとか結構頑張ってみたんだけど、関係ないみたい。そうで、朝起きると私大体右向いて寝るんだけど、左側の背中にぴったりくっついてキッちゃんがビローンって伸びてくっついて寝てるから、なんか身動き取れなくて体がカチコチに固まって起きるっていうね。鼓はね、なんか足の下の方で丸まってるか、それか最悪一番最低だったのが、ここ最近で一番最低だった起き方が、キッちゃんが左側にいて、鼓がなぜか右側にいたんだけど、鼓なぜかおむつの中におしっこパンパンにしてて、なんかおしっこタンクみたいな感じになってて、おしっこソーセージみたくなってて、でそれでなんか私の横にフンフンフンってきて、ズンみたいな感じでいて、なんか私がなんかあれ MRI のさ患者さんみたいな感じになって、なんか片方におしっこタンク、おしっこソーセージみたいな、片や反対側になんかもう絶対なんか動かないキッカみたいな感じでいて、なんかすごいなんかうなされて起きたんだよね。うわーくせーみたいな。YH さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。今ね、3ヶ月ぶりの復活配信なんですが、挨拶と PR 早々に下ネタ吐いてます。いや、あとね、すごいびっくりしたのが、これはまあいっか。いや、ほんと目覚ましっこで、本当に。いや、あとこの間陰夢見たよ、私、陰夢。で、そのさ、ちょっと陰夢見たんだけど、その話聞いてくれる？さ、なんか知んないけど、なんか結構、インディアンみたいな感じの、なんか野生に暮らす、人物だったの、私、夢の中で。で、それでね、そしたらなんか、ゲーテさん来てくれてありがとう。お久しぶり。今ね、もう下ネタ突入してるから。明日、半年記念グッズ出すからよろしく。いや、ちょっと今夢の陰夢の話してるんだけど、なんか、そう、インディアンみたいな感じの住居に住むような民族のとこにいたの。そしたら突然なんか、私ゴリラと恋愛してて。でもね、ゴリラと恋愛したんだけど、なんかすごい包容力のあるゴリラで、そうゴリラすごい包容力のあるゴリラで、夢の中でなんかもうゴリラのこと好きすぎて、なんか夢の中で抱きしめられたんだけど、ゴリラに。そしたらなんか背中、私普段ねヒゲとか大嫌いなの。もうそもそもヒゲ生えてる男大嫌いなんだけど、なんか背中にねこうガバッとゴリラの手のひらがね、私の背中にガバッとドーンってきた時に、すごいなんか熱き魂を感じて、なんかもうすごい幸せと思って、多分ねなんていうのかな、女性ホルモンドバドバ出たんだよね。いや、すごい、みたいな、幸せってこういうことだ、もう HAPPY ハッピーみたいな、そんな感じだったんだけど、目覚めたら、おしっこタンクの鼓だったんだよね、背中にいたのは。
なんか胴巻きのおむつにおしっこパンパンにしてるすずみくんがふんふんふんって鼻水飛ばしながら私の背中に多分ドゥンってきて、その衝撃が私的には温かくてすごい包容力があるって感じたんだと思うんだけどちなみに鼓って太鼓って書いて鼓だからねいやーね、それが私の最近の陰夢みんなはどんな陰夢見るいやーすごかったみんなはどんな陰夢見ますかいやーなんかね、あとそう、鼓、その感じ、鼓それここで語っていいのって、鼓は顔出し、あれ 2.3 次元だから、顔出ししてるから。ほらショートでさ、鼓パンツ返してってやってたじゃんちなみに私の布団カバーかかってないと思うんだけどね、ショートとかでも出てるんだけど、あれなぜカバーかかってないかっていうと、なんか私の匂いがついたペラペラな布を鼓が右から左に全部食い散らかすからだからねピューちゃん押し倒してあんなことやこんなことやエチエチして目が、ちなみにあと1000円でね2万円なんだけど、誰か1000円くれませんか誰とでもエッチできる豪華客船に行った夢見てよ。すごくないユースちゃんちなみにユースちゃんめっちゃゴンブトだからねとりあえずフルスロットル踏み外すしかない。どういうことなんかさ、あとなんかなんだっけ、なんだっけ、あれ友達にさ、なんかこの間突然言われてすごく困った振りっていうか話をねされたんだけど、友達と食事に行ったんだけど1000円ピヨちゃん160円これ、ちょっと待って、見えない、ハートで見えないナイステありがとうあれもう2万1000円って言われてる。そういうことかなんか知らん女の子にいきなり襲われる夢なら見た。それ騎乗位ってことここ何年も夢見てないな。いやそれ夢見てるけど見てないふりだと思うよナイスパーお兄ちゃんありがとうナイスパー。私の配信あまりスパチャ飛ばないからめちゃめちゃ嬉しい。ミリポンミリポン酔っ払ってんの、ありがとうみんなグッズ買ってねありがとうお祝いありがとうすいません、ありがとうございます、ありがとうございますすいません、みんなお金大好き待って、イムの話してたんだけどすいません、ありがとうございますいや久々の配信でこんなにお金もらえると思いませんでした最近雑草ばっか食ってたもんで飲んでないよ、ありがとう。ミリボンなんで名刺外れてんのなんで名刺外れてて、しかもアイコン私じゃなくなってるけど、これどういうこと私全員把握してるからね陰夢ってどっから、チューしたら陰夢じゃない無声したら陰夢じゃないいやみんなはさ、いいよね、おちんちんセンサーがついてるからさ、チンがさ反応したらもう陰夢だよ。さ、たまにさ、なんかたまにっていうかみんなはさ、チンはどうなってんのチンコどうなってんのいやうちらはさ穴開いてるだけだから特に何もないんですけど、みんなはさスパチャすればもしかしたらピオさんと熱い夜の夢を見れるかもしれない。見れるかもしれないよね。そりゃ私のね叶わさせ、これで大丈夫、肉をくるいやなんかね、あれ内臓がねぐっちゃぐちゃだったもんで生肉も食べれなかったんで草ばっか食ってましたどうとやっぱりさチンコでさその日の元気とか測れるもんなのいやそれってさ朝からバッキバキってこと？なんかさロロロさんいらっしゃい。朝立ちってあるじゃんなんか気持ちいいなと思って起きたら何も思い出せないことある
それはもしかしたらあれじゃない？サキュバスとかいうやついるじゃん。よくいるサキュバスとか、あれがさ騎乗位してたんじゃない？で起きちゃったから、おっと失礼っつってどっか行ったんじゃない？それ起きなきゃ多分最後まで行けた系だよ。最近朝立ちしてないかもですね。亜鉛飲んだらいいんじゃない？あとね、ゼツリンスクワットって効くらしいよ。ゼツリンスクワット。私さ、この3ヶ月さいろいろ調べてて、チンコ強化計画みたいな。なんかチンコが立たない人の悩みに沿っていろんなねこうやっていこうと思って、そしたらね、検索したらゼツリンスクワットってのがいいらしいよ。夢の中でお姉さんに絞られたことなら、それ夢の中で絞られただけで物理的に絞られてないから、それは嘘よ。ダメノーカンサキュバスのあれの汁は美薬らしいね。いや嘘でしょ、ただのまんじるだよ。ちょっと待って、みんなちゃんと話聞いて。ゼツリンスクワットがすごいんだって。なんだっけ、40年間ぐらい AV 男優やられてた方が、約 3%、いや、それが違う、ユースちゃん違うんだよ。ただのスクワットじゃない。ゼツリンスクワットってのがあるの。で、その動画があるから、ぜひみんな見てほしいんだけど、その40年間男優してた人が、約 3% 勃起力が上がったっていうゼツリンスクワットっていう動画があるんだけどね。でそれがね、いや普通よりちょっと足開いてゆっくりやるスクワットなんだけど、その動画がちょっと笑えるんだよね。途中でなんだろう、黒いブリーフみたいのを履いて男の人がスクワットしてるんだけど、途中から股間が途中でアップになるの。なぜか股間がアップになってスクワットしだすんだよ。でその股間が結構もっこりしてて笑えるんだよね。違う、青鬼とかじゃなくて3次元の人、ちゃんと普通に3次元の AV 男優さんやられてる方が、いや私も年齢のためなんかちょっと衰えてきてしまってとか言ってて、でそれでそんな人のためにYouTube で見れる。それかな、その人かな、その人のやつかもしれない。ゼツリンスクワットってのがあるからそうね、ちょっとお兄ちゃん腹たるんでるからやった方がいいよ。いやほんと、男の人のね股間がアップになるあたりからめちゃめちゃまだ間に合うよ。その人だって多分ね70歳近いと思うけど 3% 勃起力がアップしたらしいから、でもまだ間に合う、いけるよ。みんなまだ男捨てんな。みんなでスクワットしてこう。絶リスクワットクソ笑うからね。みんなちょっと待って。遅いと思う時が遅いから今すぐしよう。どういうこと？いや 3% アップはでかいと思うよ。ちなみにゼツリンスクワット私もしてるからね。しかもなんか20回を1日3セットやるらしいんだけど、意外とできるから、そうこれそう精力剤の CM、違う精力剤の CM じゃないよ。これは勃起力の持続のための肉体改造である。思い立った吉日、あとは供述ってあとね、そう、友達と喋る機会があって、ずっとだって3次元とさ、なんていうのかな、あんまり関わりがなかったもので、友達も大事にしなきゃいけないなって思って、で、友達と会う機会を作ったりとかしてて、もしかしたら死ぬかもと思ってたから、でさ、チントレじゃないんだよ。チントレじゃなくて、尻とかの筋肉で血を集めとく筋肉がないと勃起力って持続しないんだって。で持続しながら腰振り続けらんないんだって。だからね、だから君たちね、ただの勃起って言ってるけどね、その勃起が当たり前だと思っちゃいけないんだよ。君たちチンの恩恵をね、生まれた時から当たり前に受けてるけど、そのチンの存在とチンのその活動のその領域、それがね当たり前だと思ってはいけないんだよ。彼らもね頑張ってるから、それらがね頑張るために、そう、いや、シミケンさんはちょっとまだ見てないんだけど、彼らも頑張るために必要な筋肉量っていうのがね、あるから、いやね、その人も70歳ぐらいだけど、まだいけてたから、ミスターチンコ。ミセスチンコになろうから。
で、ちょっと待って、私の話聞いてくれる？で、私がね、久々に友達に会ったんだけど、その子がさ、なんか、久々みたいな感じで会ってさ、で、話して、で、まあ、初めオタクの話から入ったんだけど、なんか、そこからさ、ちょっとほんと嫌だったんだけど、まあ、いケイさん、ここ最近交通事故に遭う自動車で切断する足が鉄塔から落ちるブレーカー作業で感電するなどリアルすぎて、現在仕事できないよう気を配ってます。大丈夫？ちょっと待って、大丈夫？心配になっちゃうよ。あ、そうだ、今月の、すいません、長らくお待たせしてます。12月のファンボックスの、ヘッダーX のヘッダーは、完全、完全オリジナルっていうか、今まで、出してない、イラストを使った作品となっておりますので、皆さんお楽しみに。ヘッダー付きの、ファンボックス入っていただいている方は、お送りしますので、お名前付きでね、お送りしますので、お待ちください。はい。明日あたり作るかな。あ、もう切れてない。確認じゃなきゃって。京太郎お兄ちゃんは切れてないよ。切れてる人はね、一人一人 DM 送ってる。そう、なんか最近全然誰が切れてて誰が切れてないか分かんないからね、一人一人連絡したから、名前分かんない人は。そう、任務見れてなくて軽い予知夢かゾンビに襲われる夢しか見てないって。あ、きょうさんもこんばんは。来てくださってありがとうございます。今ね、下ネタ入ってるよ。で、そう、ちょっとね、そう、私、ちょっと、わわ自動更新になってる。ありがとう。そう、あれなんだよ。なんだっけ。ちなみにさきちゃんさ、先月末更新してくれたから、今月末はもう抜けちゃってんのよ、ファンボックス。あれ、1ヶ月じゃなくて、月末更新だから、そうなの。だから今月末もう、さきちゃんいないことになってるからね。エロい夢見たくて、エロ日記つけてた時代あったな。なんかあれじゃない？エロ日記じゃなくて、なんか、エロい夢見るためにはどうしたらいいかって私なんかちょっと調べたんだけど忘れちゃったんだよね。なんか、なんせBL 脳だからさ。私が見た夢っていうのはゴリラと相思相愛になる夢だから。そう、朝もバキバキだから今のとこ大丈夫そう。いやもうなんで名刺外れてんの？歌うちゃん、なんで名刺外れてんの？夢日記。いや、夢日記、エロ夢日記じゃない？エロ日記つけると、夢日記ってあれだよ。例えばさ、私がゴリラと両思いになりたいですみたいな妄想日記のことだよ、多分。あ、そうで、私がね、久々にさ、友達とさ、ご飯に行った時にね、友達からさ、突然切り出されたこの会話がね、すごすぎて、なんとも言えなかったんだけど。さーっつって、何ピンまでしたことあるって言われて。しゃぶ用で。何言ってんのみたいな話になって。それ女の子3人で行ったんだけど、でも驚愕だよね。みたいな、どういうことと思ってさ。だって彼氏いるじゃんみたいな。いや、前の彼氏みたくなって、どういうことみたいな。前の彼氏がマジクソクソで、みたいな。で、家に帰ってきたら、なんかもう一人男の人がいて、で、こいつとやるぞみたくなって、で、私もなんか奴隷みたくなってたから、そのまま 3P した、みたいな。で、それ、何年前みたいな。しゃぶしゃぶして確かそういうこと違うたまたましゃぶようだっただけ。いや、前と後ろに突っ込まれたらしいよ。いや、私がね、どういうことみたいなことめっちゃ聞いたら。いや、前で口にして後ろに入れてズコズコみたいな。それはさ、結局どうなの？気持ちいいの？みたいな。いや、もう大変だったみたいな。めっちゃ忙しかったよって言われて、いや、そうなんだーっつって、私は野菜しゃぶしゃぶしてた。いや、なんかね、鼻水出ちゃった。しゃぶしゃぶでしゃぶの話。いや、めっちゃ大変らしいよ。で、なんか、そのもう一人の子も、なんか、もう一人の子は、なんかずっと同じ彼氏と長いから、そういう、ちょっとなんか、みだらなね、性生活ではないから、
だからなんか、ああ、そうなんだ、みたいな感じだったけど、でもね、なんかその子はもう別の彼氏さんと今一緒にいるから、なんかあいつはね、マジクソだったし、私も頭がおかしくなってたから、とか言ってて、で、なんか、どう思うって言われて、最終的にどう思うって言われたの、私。いや、どうもこうも思わないけど、なんか、大変なんだ、つっといた。すっげえつまんない回答しかできなかったんだけどさ、こういう時みんなだったらなんて回答する？みんなだったらなんて回答しますか？あ、ひーつさん、コンピオニです。今ね、友達に、久々に会った友達が 3P して大変だったって言われてどう思うって言われたから、私はなんかなんか生かす答えが出てこなかったでかみんなだったらなんて答えるって聞いてる。彼氏くんひどいね、僕ならそんな思いさせないってなって大洪水を起こすロロロちゃんどういうこと？お疲れご苦労様でしたって出勤だったタイムカードみたいなお前のチンコでタイムカードいや、しかもしゃぶ用でその話を突然されたんだよね。私はだから何も答えられなくて、なんか突発的に言われるとうまい返しができなくてなんか肉しゃぶしゃぶしてた、野菜しゃぶしゃぶしてたなんか舞茸が痩せるって言ってたから舞茸食べてた男同士でも本当に困る男同士だったらなんか、いやっぱ男のロマンだよなとかって言えるんじゃない？いや、でもね、やっぱ 3P はしたいよ。違う。私がじゃない私がじゃないよ。私がじゃなくて、Y がもし、男性だったら、やっぱりズコボコしたいよね。Y が、私が男だったら、男子だったら、そりゃ、穴という穴に突っ込んでみたくなるよ。上から下まで肉しゃぶしゃぶ舞茸って違うそれは違う。比率ってどういうこと？アナル3回、マンコ5回、口2回みたいな、そういうことトライアングルフェイス違うよでもなんかなんだろう、ぶっちゃけた話、マンとアナルだともう弾痕と弾痕のすり合いだから、あれは実質ホモだと思ってんだよね舞茸しゃぶしゃぶちょっと待って違う、それは私が食べてたものだから別にそう、前と後ろの両方やるって男同時に目があって気まずくない？そこで男同士もあれじゃない、おーってなるんじゃないわかんないけどピオニーの前に1後ろにだからそうなってくると違うんだって。後ろにだと実質満壁を隔てて、満と長壁を隔てて実質弾痕と弾痕のお相撲みたいな感じになっちゃうから、あれって実質ホモだと思ってんだよね他の男のケツとか拝みながらやれもうそれムカデ人間やん私一回さ、なんかねあんまり言っちゃダメだ酒飲んだ時に、学生の時に友達となんかもう頭おかしくなって、映画のムカデ人間ってあるじゃん。なんかあれが全然なんかあれとか知る前に、なんかホモでずっと連結してたらどこまでつながるんだろうとかって友達と話して、その子美大に行ったんだけど、でそれのイラスト描きまくってゲロ吐くまで笑い散らかしたっていう青春時代があるでその後にムカデ人間っていう映画を知って、これが本当の連結かと思ったんだよね。だって私が思ってた連結と世の一般の連結は違ったいや、私ある時初めてねゲロ吐いた。いや、なんかね、友達んち行くと友達が料理してくれるんだけど、なんだか知んないけど軽井沢で買ってきたうんたらトマトのなんかオリーブオイル漬けとかって言って
どっちの連結がおかしいんだ。いや多分私の連結が合ってると思うんだよね。Y の連結が合ってるでしょ。ムカデ人間だってさ、あれ3とかさ、3って私が言ってるのと実質同じじゃん。どこまで繋げられるかみたいな。もうあれもちょっと笑っちゃうんだよね。あ、そう、皆さん、ごめんね、本当に大変お待たせいたしました。浜木さんお久しぶりで来てくれてありがとう。もうちょっとホモみたいな話してる下ネタの配信になっちゃってるんだけど、今日、お知らせが、2つあります。で、1つは、さっき言った、半年記念グッズが明日、公開になるので、よかったら手に取ってください。で、2つ目は、バイキングライズに参加してくださった20レベル以上の方たちに、なんだっけ、アクリルスタンドをお渡しするってお話だったでしょ。で、あれね、デザインがやっとできてきて、で、入稿データまで出来上がったから、ちょっと私の方がドタドタしてて、まだ私ができてなかったんだけど、ディスコードの方で連絡するので、いや、近々ね、ディスコードで呼びかけますので、その時に個々で重症聞いたりとかいろいろすると思うから、みんな聞けるようにしといてください。よろしくお願いします。はい。20レベルいかなかった人も一応ね、なんだっけ、行ってた人は行ってた人のお部屋の中に入ってるから、そこから私が分かる範囲で連絡取ったり、ツイッターで連絡取ったりとかするので、はい。で、なんだっけ、なんだっけかな。それぐらいかな、お知らせは。うん。はい。明日ね、朝活してみようと思うから、よかったらみんな会いに来てね。おはよう。おはよう、勃起。おはよう、チンコ。いや、文献を広めようと思ってね、ここ、お休みの期間、何時から起きたら。遅くても7時からは始めようと思ってる。うん。6時、7時かな。そう、今流行りのさ、縦型配信になるものをやってみようと思うよ。縦型配信で理想的な朝活。見聞か。そう。知識をね、広めようと思ってね、いろんな映画とか見てたんだけど、やっぱりね、配給っていいよね。みんな配給見てる？配給。やっぱ青春っていいよね。頑張っておきます。起きて、出勤しながら会えるから。会いに来て。うん。いや、なんかね、入手したらどれぐらい経って、申告しなきゃっつって朝から下配信。いや、朝から下配信。配給はいいぞ。いや、配給いいよね。いや、なんかね、あれなんだよね。私、配給、実は最後まで、ちゃんと見てないんだけど、でもなんか学生時代のみんなのなんていうのかな、カラスのわちゃわちゃしてるのが好きだから、なんか3年生卒業しちゃうとかもうめちゃめちゃ嫌でさ、配給ってバレーボールのアニメで、そう、配給、アニメでどこまでやってるかわかんないけど、私配給好きすぎて2.5次元ライブまで行っちゃって、ライブじゃないか、2.5次元で舞台まで行っちゃってたから、あれ、配給めっちゃいいぞ。なんだろう、私、過去に戻りたいなって思ったことないけど、配給見てるといいなって思うね。うん。6時半からは会社式で仕事してるから見れねえ。残念だがアーカイブで見るか。オッケー。縦型いろいろとアップになるから、確かに縦型アップになるからさ、あれで今私、なんだっけ、おまんこマイクになってんだけどさ、そう、これが見れるってことだよ、みんな。これ噂の処女膜から声出してるってやつだわ。いや、やばいよね。これ、マイクをさ、消すボタンの設定さ、なんか、なくしちゃったからさ、マイク出しっぱなしにしとかなきゃいけないんだよね。西宮さんだ、そう、いいよね。スポーツアニメは、老朽部しか見たことない。老朽部って何？知らない。指示は運転中だから見れない。申し訳ない。ラジオ代わりにかけとけ。太ももに挟んでる。確かに太ももに挟んでるわ。こんな美しく作ってもらったのに。そう。
あ、そう、あとなんだっけ、ちょうど休止っていうか、休憩前ぐらいにさ、喉潰しちゃってた弱虫ペダルはいいよね。弱虫ペダルもめっちゃいいよね。わかるわかる。マイクの意味。いや、マイクはね、しまえないんだよ。しまうと出せなくなっちゃうから。だからずっとここにある。で、歌うときは、こうやってスッてこうやって振って出す。そうだからずっと股間に貼り付けとく。しまえないんだ。老朽部小学生の女の子はバスケのアニメ。へえ、初めて聞いた。老朽部、へえ、初めて聞いた。なんかそうマイクもチューニングバッチリ。そう、マイクもね、そうサビ一つつかず。ね、このなんだっけ、縦型配信だとなんか見てくれる人が増えるっていうからさ、なんかもっと集えし下の好きな者たちみたいな。青春もの好き。あ、青春ものいいよね。青春もの好きだけど、私さ、なんかバスケのさ、さ、なんか伝説の5人とかなんかあったじゃん。なんだっけ、名前忘れちゃったな。弱虫ペダルはね、ロードバイクめちゃめちゃ流行ったよね。ロードバイク盗まれるのとかめっちゃあったよね。あ、TCO ちゃんコンピューニーです。来てくれてありがとう。今ね、下ネタ話してる。あ、黒子のバスケそれ。なんか黒バスまで行くとさ、なんか、あ、猫姫ちゃんいらっしゃい。来てくれてありがとう。ただいまそう。謎のシックスマン。あ、幻のシックスマン。いや、なんか黒バスまで行くと今ね、配給いいよなって、ジャンプのさ配給いいよなって話してて、でバスケといえば私の中では黒バスなんだけど、なんか黒バスはさ、なんかよくわかんないゾーンに入るみたいな感じでさ、なんかよくわかんないけど、あ、スラダンはいいよね。スラダンはね神よ。だけどね、なんかなかなか、そう、元気になりました。やっと長らくお待たせいたしました。で、11月から配信やるとかね、12月から配信やるっつって、なかなかね、ちょっとあれであれして、こんなね時期になってしまいました。皆さん待ってていただいてありがとうございました。400円ありがとう。ライブ配信での10回目のスーパーにお祝いしましょう。スパチャ10回目だって。ありがとう。憧れるのをやめた。なんだっけ、キセくんがかっこよかった。今青春を青春と行ったり来たりしてる。どういうこと？性欲が暴走してるってこと？ゾーンに入ってるって集中力がめちゃめちゃやばい状態。なんか、いやさ、最終的にさ、なんかよくわかんない扉のさ、前に行ってさ、そこを開けると、なんか幻のシックスメンっていうかさ、なんか、6人の中の人たちに入れるみたいな感じになってなかったっけ、アニメで。いや、なんかそう、ちょっとなんかよくわかんないけど、なんかああいう風になっちゃうと、あとなんかテニプリみたいな感じになっちゃうと、そんな感じだったんだよ。なんかそう、いや、みんなスパチャありがとうございました。10回もスパチャいただいてね、ありがとうございます。すいません、なんかね、それ言ったらテニプリも私だから途中から読むのやめちゃったんだよね。初めは大好きだったんだけど、なんか途中からちょっと読むのが微妙になってしまって読むのちょっとやめちゃったんだよね。そう、なんかね、ちょっとなんだろう、ああいうね人知を超えた系はちょっとね、テニプリはホモとしてめちゃめちゃ好きだったけどでもね、ちょっとそうギリテニスだった。そう、確かに。ただなんか通学とか飛行機使い出したりとかしたあたりからもうよくわかんないよね。テニミは見たことあったら、テニミはねすごいよね。面白いよね。テニミは何代目ってあるしね。私は一回も見たことないんだけどやっぱね、総合的に見て配給がすごくいい。配給作画もすごく素晴らしいし、なんだろう、一人一人の葛藤とかも本当にすごくいいし、なんだろう、キャラが立ってる。マジで嫌いなキャラ誰もいないし、どの学校も最後ありがとうございましたってさ、なんか応援に来てくれるサポーターの方たちとかに挨拶しておるじゃん。もうそれで終わっちゃうんだよ、試合っていうかさ。もうね、そのシーズンっていうか自分たちもそれで卒業なわけじゃん。もう本当にね、私たちは好感が立っている。何言ってんだよ
確かにキャラ立ちじゃなくて股間立ちってことロロちゃんと覚醒のロロじゃん。テレビと配給どっちがいいって聞かれたら配給、いや配給歌も良くない？配給歌もいいし、なんかもうオープニング聞くだけでもざわざわしちゃうし、あとなんかやっぱ弾幕いいよね、飛べっていうね。いやもう本当にいい。いやー最高ですよ配給。なんか久々にね、なんか一応最終回もどんな話だか軽くは見てあって、なんか最後まで熱量で最後までいけた漫画、いやほんとすごいなって。しかも最後ちゃんと敵になってどうのこうのみたいなネタバレになっちゃうから言わないけど、いやほんとすごいしいいなって思いました。いや私全く下ネタ言ってない。アニメ何期までやってる4期ぐらいまでやってんじゃないかな。でもまだまだだよね。いやアニメ最終回までやったら一気見またしようかなと思ってる。そういや配給はいいぞ。いやなんかねなんか自分まだまだだなって思う。いやその前に見たアニメが進撃の巨人だったから、進撃の巨人は私10回ぐらいループしてみたから、なんかもうちょっと自分がエレンなのか私はエレンじゃないのかもうよくわかんなくなっちゃったから、それ私は兄なのか私はライナーなのかもうねどこにね感情を置いていいかよくわかんなくなっちゃってもうなんか私はアルミンなのか何なのかみたいな、そうちょっとよくわかんなくなっちゃって、でちょっと見るのやめちゃったんだけど何を言ってるね胸でかいからライナーだったいや確かにね胸はでかくはある。いや最近 M カップも入らなくなってきて、ガビかもしれない。確かにガビかもしれないよね。確かにそっか進撃の巨人体験してんのくさ。いやあれずっと見てるとなんかどこに感情を置いていいのかもわかんないし、なんかなんだろう、一人一人みんな同じ傷を負ってくじゃん。そうだからもうどうしようもないんだよ。そうピオニーちゃんの衣装をさ作ったんだけど、作ってもらった衣装が入らなくなっちゃって、ちょっと実写がねそう実写配信するって言っててあれなんですけど、なんだろうさあれかツイッターのあれかファンボックスのディスコードで流せばいいのか。これだったらわかると思うんだけど、こっからさ乳輪出ちゃうんだよね。ここがもうパンパンだから、でここがもう閉まんなくなっちゃってるし、楽しみが増えたってユースちゃんにはもう無料で乳輪プレゼント乳輪プレゼントユースちゃんあれだから、この設定も全部ユースちゃんやってくれたからね。ユースちゃん私もマネージャーだからいや真ん中の穴がここはねリアルだともっとたくさん開いてて、でちょっと動くとこんにちはってしちゃうから、いろいろなものがそうまだお前は早いみたいな感じなんだけど、そう私のチェキサイズの乳輪がね出ちゃうから。そういやーなんかこれさ、そうちょっと私聞いて、5年ぐらい前にピンクの乳首に憧れてね。そう私の乳首って茶色なんだけどワイの乳首はね茶色なんだけどこれお母さんが茶色だからね、ちょっと本当にこれお母さん恨んでんだけど、そうおばあちゃんはピンクだったのでどういう効果？前から言ってるから大丈夫だと思う。それ私のね乳首っていうか乳輪はね茶色なんですけど、この茶色のさ乳輪がね、いやこれね海外のなんか海外から自分で輸入する形でなんか肌を白くする薬みたいなのが売ってて、でそれでねなんか半年ぐらいその薬を頑張って塗り続けたらピンクになったことがあって、私ピンクを謳歌した時期があったんですよ。それを誰に見せたかって言ったらアニメートの友達にしか見せてないんだけどその子とねコスプレ会場で着替えてる時に「いや私の乳首さピンクになったじゃない」みたいな感じで見せたら「本当だピンクになった!」みたいな。で記念撮影だったの、乳首と乳首で
そしたらなんか、そこを写真撮影しないでくださいってめっちゃキレられた。いや、すいません、自分の乳首しか写真撮ってないんでいいですか、これ写真残して、つって。いや、私たち大体着替えるとき、ゲイの話か、サウスパークの話か、それか金カムの話しかしないから。ていうか、サウスパークまたやりましたよねとか、こういうこと言っちゃうとさ、いけないかもしんないけどさ、ついにイギリス王室にもね、歯をむき出しにしましたね、サウスパーク。やっぱサウスパークやばいわ。よしとした。その時もう一人女の子いたんだけど、私が、その時ね、一番巨乳で、2番目の子が、アニメートの子が G カップで、もう一人の子が E カップって、まあ E カップってもガリガリ E カップだから実数 B みたいなもんだよ。で、それぐらいの子で、並んで、だんだんでっかくなるみたいな感じで、写真撮って、で、その後ね、なんだっけ、銭湯行ったの。で、銭湯ってさ、昔ながらの銭湯が好きで私。で、その昔ながらの銭湯ってさ、電気風呂あるじゃん。で、その電気様新しくみたいになってさ、その電気風呂に入ってる時に私、あ、リンクさんいらっしゃい、コンピアニーです。今ね、乳首の話してるよ。で、なんか、その電気風呂に私が入ったら、なんだね、ちょっとなんていうの、上向きでちょっと浮く感じになったんだけど、電気がめちゃめちゃ強かったの。そしたらなんか、あーみたいな感じで痙攣しだして、これタイマニンじゃんみたいな。タイマニンピオだみたいになってなんかこれ魔改造されてるみたいになって、そしたら周りのおじいちゃんおばあちゃんギャラギャラ笑い出して、おじいちゃんおばあちゃんタイマニン知ってんだと思ってそう、感度3000倍だったおっぱいブルンブルンだったからねあらららららってなってたこれ以上やったら人格が崩壊しちゃいますよつって、カモンやれみたいな感じだったいやーすごかったですよ。いや、そうそうそう。いや、なんかね、なんかね、寝ながら、おじいちゃん、おじいちゃんじゃおばあちゃん、おばあちゃん。おじいちゃんはいないわ。おばあちゃんとか若いお姉さんとか、キャラキャラ笑ってた。いや、ラーメンってなんなかった。あーってなってた。そう、カモンやれって。大体そうだよね。カモンやれっつって。もうなんかなんだっけ、韓国戦艦みたいになってたの私。いや、すごかったね。いや、銭湯また行きたいわ。いや、いや、なんか本当にね、見せ物小屋みたいになってた私。本当にね、あの時は楽しかったよ。あの時はね。電気風呂は慣れるまでいつらいけど慣れたらくせんで。いや、私ね、電気風呂はね、全然いつでも入れるから、シュンシュンシュンつって。そう。で、しかもなんだろう、なんていうのかな、寝ながら入る電気風呂だったんだよね。その辺にしては珍しく。そう、だからね、おっぱいがブルンブルンになっちゃったんですよ。みたいになっちゃったこれは七面鳥かそんな、いや、じゃあそうしちゃうなって湯船だけにってじゃあロロロちゃん今日陰夢見れんじゃん。やったじゃんで、みんな今日私の陰夢を見るがいいさ復活のピオ電気風呂にてタイマニン藤原さんコンピオニーです。おかえりただいま。来てくれてありがとう。上白さんコンピオニーです。来てくれてありがとう。今ね、私が銭湯で電気風呂に入っておっぱいブルンブルンでタイマニになったって話してたよシリーズ化期待いや、じゃああれが、じゃあちょっとあれ大阪だったから、じゃあ関東でもやるかin 大阪って本場でやったからでもその電気風呂の夢見ちゃうと湯船の前に笑っちゃうんだって。いや、もうあれ笑うしかなかったよ自分で言うのもなんだけど。でその後さ、なんかぐちゃぐちゃの格好で、なんかぐちゃぐちゃの T シャツ着て、ぐちゃぐちゃのなんかペロンペロンの短パンみたいの履いて、なんか練り歩いてたの街を。そしたらさ、お姉ちゃんワンセットいかがみたいな感じで、なんか
ホストのなんか初回行きませんかみたいなことめっちゃ誘われて、こんなクソほどなんかぐじゅぐじゅの状態の女誘って楽しいかっつってやった行くわけねえだろみたいなこんなほかほかなのにっつってそしたら逆にすいませんって言われたいや意味深じゃないでしょいや、だからちなみに私もう一人3人目のもう一人はビッチだったんだけど、ビッチはなんか風呂入った後なのになんか化粧っぽいのちゃんとして髪の毛とかもすごい巻いてなんかすごいやってたけど、私もアニメートの友達も生まれたままの姿で行くっていうそういうなんかポリシーだったから、もう本当になんかもう私なんかノーブラノーパンだったし乳首もつけてるし見よこの乳首が目に入らぬかぐらいな感じで練り歩いてたから、なんかそんな状態でなんか初回どうのこうのとかって、なんか私便所サンダル履いてたんだ確かなんか靴も履きたくないっつってホテルのなんかサンダルがなんか履いてたんだよねいやなんかさ、なんかね最近なんか案件のお話いただくんですけど、なんか結構いい案件、なんかお肉食べれる案件とかそういうのはさアーカイブ見て判断されるみたいだから、なんかね回ってこないそう下に特化しすぎちゃったから、そうなんか下ネタ言ったら即終了とかやろうかな陰部見たいけど大抵同性とやる夢になっちゃう。どういうことそれは受けなの攻めなのどっちなの風呂上がり近所のコンビニかっこより、私近所のコンビニ基本的に申し訳ない、今日ニトリ行ったんですけど、そう新しくシーツを買おうと思ってね、まあぐちゃぐちゃにされちゃうだろうけど30分持ちますかね。いや多分それはもう歌うか黙るしかない両方入れもすんのかいやなんかね、何の話してたんだっけしゃぶよ案件。いやしゃぶよは悪くないやんけしゃぶよ悪くないやんけしゃぶよ案件待ってます黙ったら配信ならんやんけ。だから鼻歌でも歌うよお正月っつって、お正月には餅ついてどうすんだっけ毎回魂と喉燃焼歌枠やるのいやでも今冬だから歌うなら今しかない。今日の被害者しゃぶよ被害者じゃないだろ、むしろ取り上げてありがとうでしょそういえばさ全然話変わるんだけど、私絶対絶対自分じゃ普段買わないっていうものをね買ってみたんだけど、セブンイレブンのパンコーナーにあるどら焼きのパンにクリームとチョコレクリームと板チョコが挟んであるだけのパンみたいなのが売ってるんですけど、なんかね本当に私これ買うときになんかこんなね味のわかるもの買ってほんとバカじゃねえのみたいなことめっちゃくちゃ言われたんだけど、やっぱね私って天才だからやっぱ食べたらめちゃめちゃ美味しかったんだよね。だからもしねちょっとごめんおえってなっちゃったこんなにさ連続で喋ったのってお医者さんに私体が悪いですっつって病状説明した時以来だから、基本的にそうめっちゃ美味しかったんだよね。でもね私の周りの人たちはみんななんかこんななんか123って中身入ってるのも全部味が分かるようなものを買ってどういう神経してんのみたいなそういう風にね言う人しかいなかったから、これ私が売り上げ上げるしかないと思って、ちょっとみんな今ね布教してるからよかったらみんな食べてください。なんかよくわかんないけどパンコーナーにあるから、そうもう布教してくださいって布教してるって言ってるけど配信でしか言わないから今日進めたのが初めてですこれで売り上げ上がったらもしかしたら案件来るかもしんないからね。そうだよ。でも最悪だってエガちゃんが乳首にガムテープ貼ってウニ食べたりとかして案件いただいてるんだから、私も最悪全裸になって乳首にガムテープ貼ったお姿で配信をすれば帰って案件もらえるんじゃないかパンケーキに板チョコ挟んでるやつ。そうそれてかなんで名刺外れてんのまだ言うか
剥がす時にめちゃくちゃ痛そうって。いや、私ね、そう、痛いって言うんだけど、私さ、乳輪でかすぎるから、乳輪自体が汗かくから、乳首がその汗で守られて、剥がす時は逆にしっとりしてるのよ。普通のニップレスあるじゃん。普通のニップレス。みんな多分ニップレスで検索すれば出てくるんだけど、ニップレスで私の乳首っていうか乳輪隠しきれないから、いや、しゃぶ用あたりからね、そうだよ、案件来るかもしんないよ。999円で食べ飲み放題、寿司も食べ放題みたいな。そんな水タイプポケモンみたい。いや、私そうなんだよ。名刺貼り直しておきます。死ぬほど言うからね、私。いや、だって、みんなが私のこと拡散してくれればいいんじゃない？いや、この子に言わせたら、この子になんか食レポさせたら、なんか、いいよみたいな。語彙力ねえな。いいよってなんだ。リスナーに営業がいて自社の CM にピューちゃんを使うとかある？それ何の CM？ ネジとかだとちょっと、私にねじ込むとかってなっちゃうから。どうしようか。どんな CM にかによるんじゃない？あなたのネジを私にねじ込むみたいな。あ、取れないみたいな。あ、取れないなんで協力なのっつって。しょんぼりネジ株式会社。ネジ業界とコネクションが。いや、わかんない。ネジじゃないかもしれないけどね。金槌かもしれないけどね。あなたのカチカチ、とってもカチカチみたいな。そうだ、村田学の家は自営業だからワンチャン私を PR に使ってもらえるかもしれない。奥様とお子様に相談だ。村田さん、実は、村田さんのところは、あれじゃ、なんかお酒作ってなかったね。ネット CM ならワンチャン、ネット CM。あなたのトンカチ、とってもカチカチ。谷間にロゴ映すだけで広告効果バッチリ。あ、ほんと？こんなさ、こんなのなくて、これにすんだったら、普通の、ちゃんとした 3D おっぱいにしない？何の店から始まりそう。ネジで、そこちゃんと株式会社、ネジ工業株式会社とか書いておいた方がいいよ。トンカチ株式会社とかね。配管工ならあなたとドッキングとか。あなたのドッキング種付けプレスとかってやばい、絶対おかしい。これさ、逆になんかさ、すごい勢いでさ、なんか自分たちの職業をバカにすんなとか言って、なんかアンチが増えそう。自由じゃないでしょ。溶接でドッキングって、種付けプレス。島満載すぎて CM バンされそう。みんな種付けプレスなんて知らないから大丈夫だよ。ちゃんと後ろからさ、プレスしてるさ、画像使えばどうにかなるんじゃない？あ、これが種付けプレスかってなるんじゃない？しかもこんなのオタク用語だから普通の人わかんないから、ちゃんとこれをすることによってカチカチになっていいなんか接着になるんですとか言ってなんとかかんとか言っときゃわかんないよ、人間なんて。あと横文字使うといいよ、横文字。プレスつけると知らなくても種付けの時点で種付けをさ、なんかあれなんじゃない？ちょっと横文字にしたらいいんじゃないね、かっこよく。ちょっとわかんないけど。ここにいる人は自然とわかる子。いや、私の配信は弱き者は生き残れないから、嘘つきと弱き者は残れないから。そうだからあれでだんだんそう強き者しかねいられなくなっていくから大丈夫よ。みんな、1時間過ぎたからそろそろ配信やめようと思います。明日もね配信するから明日も会いに来てくれるかな。お連れしたいつの間にかふるいかけられてた。絶倫スクワットで強き者になろう。いや、絶倫スクワットはねやった方がいいよ、マジで。本当にいいと思うって言っていいのかって。てかみんなノリ悪いな。
いやー、明日じゃあ朝起きれたら縦配信やってみようかなって思うから、みんなよかったら来てね。はい。じゃあ皆さんあれですね、高評価ボタンとあとコメント、高評価ボタンとコメントぜひよろしくお願いします。あと明日はねグッズの販売あるからぜひ買ってください。お願いします。はい、そんなこんなで3ヶ月ぶりの配信でした。そう、私ねちょっと早めに寝るからね。ね、明日朝からまたみんなに会えるの楽しみにしてます。いや、本当に皆さん待っててくださってありがとうございました。ね、スパチャもたくさんいただいてありがとうございました。明日もスパチャください。よろしくお願いします。はい。じゃあまた、おやすみなさい。おつぴよにーでした。また明日。バイバーイ。おやすみなさい。明日も1週間頑張ろうねー。